そこから抜け出せるって素晴らしいメッセージが来ております。抜け出せる。ご自分の価値観がガラッと変わるって出てますよ。皆さんこんにちは。カードリーダーでヒーラーのレイコライトです。ご視聴ありがとうございます。いつも高評価、コメントありがとうございます。はじめましての方、見つけてくださってありがとうございます。ピンときたらチャンネル登録をしてつながっておいてください。今回も楽しんでくれる皆さんに向けてお届けします。ただカードリーディングっていうのは万能ではないんですね。全人類には当てはまらないです。受け取る人によって理解も変わってきます。当然ながらこれは他の全ての動画に当てはまります。でもね、今ここを見てくださってるっていうことはなんか気になってる、引き寄せられてるってことじゃないかなと思います。あなた様にとっての大事なメッセージがこの動画にあるかもしれません。お見逃しのないようにキャッチしてください。はい、それでは獅子座の皆さん出していきましょう。はい、それでは上げていきます。ちなみに今回は前回に引き続きユニバーサルウェイトタロットデッキ使っていきます。缶入りでこのサイズが小さいのでとても扱いがいいです。気に入ってます。ご興味がある方は概要欄に URL 貼ってますのでよかったらご覧になってみてください。はい、ではね、ソードのエース。ソード。またソードですね。またソード。またソードだ。はい。タワー。はい。カップの4の逆位置ですね。なんかはっきりしてる感じはありますね。2。ワンドのクイーン。ペンタクルス10、逆位置です。はい、カップの5。はい、ワンドのナイト。はい、それでは読んでいきましょう。お伝えしていきましょう。ね、言ったようにソードがすごく出てるんですよね。ソードっていうのはこの剣のことです。はい。ちなみにソード何を表すかというと、主に、思考とか人間関係とかコミュニケーションって言われてます。ただ今回は結構考えすぎな感じがしますね。何でしょうかね。ちょっとこの自分を詰めてる感じが出てますよ。現状がソードのエースの逆位置です。ご自分を責めてるとか、あるいは誰かに責められてるっていう風に感じるかもしれないけど、実はね、心理学的に言うと誰かに責められてることも自分が自分を責めてることと同じなんですけどね。そんな感じがちょっとしました。何でしょうかね。しかし安心してください。すごくいいカードが来てますよ。同じくソードなんですが、これ逆位置、とてもいいカードです。解放される。あなたが解放される、そのことからあなたの心をチクチク痛めてることってあるでしょうか。ちょっと考えすぎかもしれないし、なんか自分を責めちゃう、あるいは責められてる気がするみたいなこと、そこから抜け出せるって素晴らしいメッセージが来ております。抜け出せる。これはマイナス思考からの脱却とか、それからしがらみからの解放、そんなことを表すカードでございます。これが来ているので、そのこと解放されます。それは考え方なのかなと思ったりしますね。考え方をちょっと変える、ちょっと角度を変えるということで、そこから出られるって来てますよ。
救世主現るというカードがね来てます。あなたの心をチクチク痛めることから。はい。そして流れを見ていきますと、現状でこれが過去、現状、この先の近い未来ですね。はい。ものすごい大きな変化の真っ最中におられる方が多いんじゃないかなと思います。変化変容真っ最中です。そして、過去のところに出しているのがカップ7逆位置。このカードっていうのはですね、素敵なものがいっぱいあって、そして選べないよっていうカードなんですが、逆なのでもうね分かってる、自分が欲しいものとか自分が大事にしたいと思うもの、それが分かってる方が多いと思います。分かってるからこそのこの流れなのかなと思います。だからね、はっきり分かってくるといらないものがなくなっていくんですよ。例えば人間関係もそうですけど、それから思考ですね、考え方もはっきりね、ご自分の価値観が決まると、なんか変な考え方っていうか、今の自分に必要じゃないことが離れていくんですよ。そこを味わっていらっしゃる最中の方が多いように思いました。ちょうどのエースの逆位置ですからね。自分の心が決まってるから、だからこの変化の流れに入ってるというのが一つ、お見受けできることです。はい。で、この先にタワー正位置がいるんですね。なかなかのインパクトカードでございますが、今回はソード、思考というふうに捉えたいので、価値観の崩壊がこの後やってきます。それは古い自分から脱皮するっていうことになります。人によってこの出方がね、ちょっといろいろだと思いますが、現象として何かですね、ちょっとびっくりすることが起こって、それでそこからつながって自分が変わるということになるかもしれないですね。どういう出方をするか分かりませんが、結果的にご自分の価値観がガラッと変わるって出てますよ。変化変容の流れを生きていらっしゃる。はい、そのようにまずお伝えしたいと思います。ちょっと考えすぎかもねっていうところが出てますね。だけど救世主が現れる。その救世主というのは誰でしょうかね。誰かの言葉によってご自分が救われる、ご自分の考え方がちょっと向きが変わって救われるっていうこともあるかも。それから本当に自分自身かもしれないですね。自分を助けるのは自分自身かも。どちらにしてもね、解放される。ふわっとこう詰めていたものがですね、これ本当に詰めてるカードですね。一点詰めてる。だけどそこからふわっと広がっていく、そんなイメージです。解放されていく、自由になっていく。それが訪れますと、とても嬉しいカードが来てくれています。そしてこちらが、意識、潜在意識って言いますね。ご自分が意識しているところの意識、ソードに逆位置。はい、ちょっとこれがグラグラしてる不安定みたいなところでしょうかね。不安定な現実を見ていらっしゃる方が多いかも。なんか不安定だなとか、ちょっと変わりやすいなっていう感じを意識してる方が多いのかなと思いました。そしてね、これ目隠ししてるんですよね。ここもちなみに目隠ししてるんですよ。タロットカードで目隠しのカードってそんなになかったと思うんですが、両方出てるんですよね。だから言えることは、なんか現状があんまり見えていないのかも、見えないのかも。現状は何でしょうね。それぞれ皆様目の前にあることだと思いますが、よく見えていないのかもっていうのもお伝えしたいと思いますね。よく見えていないのかも、本当は。だからいろいろ考えちゃうということもあるかもしれないですね。そんなところが出ています。少し不安定なところに意識が向きがちと出てますね。しかしね、素晴らしいのがこちらでございます。一方、潜在意識ですね。自分が意識してないところの意識。潜在意識はね、全然大丈夫なんですね。自動操縦でうまくいってる感じです。ものすごくこれ要領よくやれてるカードなんですね。ご自分ではおそらく気がついていないところなんで気がついていないかもですが、うまくやれてるんですよ、この状況。不安定だったとしても、よく見えていないっていうふうに感じたとしても、だけどあなたの中にいる意識、潜在意識、これなんて言ったらいいでしょうかね。もう一人の自分っていう言い方でもいいかな。とにかくいろんなこと分かってる自分が奥にいるんですね。その人は、その意識はうまくやってるんですよ。うまくやってくれてるんですよ。だから大丈夫なんですよ。
そのようにお伝えをしたいと思います。それから10月っていうのは17日に満月なんですね。お羊座で満月があります。これね、スーパームーンなんですね。で、お羊座というのは獅子座と同じ日のグループの星座です。で、同じグループの星座でね、満月起こる時というのはやっぱりインパクトね、結構あります。インパクトは結構あります。で、ちなみに満月というのは何かっていうと、どういうタイミングかというと、一つの成就、それから完成、そして感謝して手放す、完成して次へ行くみたいな切り替わりの時なんですね。なので、すごく切り替わりの感覚を受ける人が多いんじゃないかなと思います。はい、そしてこちら、ご自身、獅子座の皆さんご自身ということで出しましたのが、カップの4のこれ逆位置ですね。はい、これ正位置だとこれよく見てなくて受け取れないカード、受け取りベタカードなんですが、逆なので受け取るって出てますよ。受け取る、何でしょうか。今まであったけどよく見ていなかったもの、気づけなかったこと、そこを受け取る、そこを見ていくと出てます。それから充電完了のカードです。充電完了、動き出すカードです。なんで動き出すっていう言い方が一番わかりやすいかな。動き出す、それが出てますよ。それとこの愛情に気がつくみたいな人もいるかもね。幸せに気がつくとか、見えていなかったものが見えてくる。そうですね、見えていなかったものが見えてくる。それがこのカードが伝えてくれていることになります。心の目で見るですね。こっちは見えていないんですよね。だから頭で考えていてもちょっと解決できないことがあったりするのかな。そのパターンもあるかも。ちょっと考えても現実的にはちょっとよくわかんないみたいなことがあったとして、心の目で見ると見えてくるっていうこともお伝えしたいと思います。ちょっと違った別の方向からのね、解釈ですけど、どちらにしても受け取れると出てます。動き出す、これがご自身のところに出てます。一方こちらが、周りの状況、周りの人、環境がワンドの2の逆位置ですね。急変があった、急に変わったりとか、あるいは、優柔不断カードでもあるので、なんかあんまり決まんないみたいな、やっぱりそうでしょうね。周りがなんかよく見えないっていうのがもしかしたらあるかも。それをお伝えしたいと思います。そう、あなた様と周りの人だったら、あなた様の方が先に動き出すのかもね。それもお伝えしたいと思います。ちょっと変わりやすい状況っていうのもあるのかも。人も変わりやすい。それをお伝えしたいと思います。はい、そしてこちらですね。今月のご自分の願望とか思いです。それを表すカードです。ワンドのクイーンの逆位置です。これワンドのクイーンってどういうカードかっていうと、ものすごく魅力的で人を引きつける力があって、アピール力があって、そして、明るくて、それからバイタリティのある素敵な女性のカードなんですね。これが出ています。で、ひまわりもあって、私はいつもこれを見ると獅子座さんっぽいなと思うんですよね。それがここに出てるのでちょっと嬉しかったですが、ただ逆位置なので、もしかしたらちょっと我慢しているとか、それからわがまま言わないようにしようとか、自分を抑えている感覚の方も多いのかなと思いました。それもっと言うと、本当はもっと自分を生かしたいとか、自分をもっと活躍させてあげたいとか、自分らしくいたいとか、そういった思いが根底にありそうですね。だから言ってみれば、自分と向かい合う時なのかも。こちらでもお伝えしましたけど、すごく変わっていらっしゃる最中に見えるんですね。それと連動してご自分と向かい合っていく時なのかもしれないですね。もっと自分を生かすには、それからもっと自分を活躍させるためには、自分らしくいるためにはどうしたらいいかっていうところをちょっと見ていくの時なのかもしれないですね。なんか抑えてる感じっていうのがちょっとあるんですけど、本当はもう少しスムーズにご自分を生かしたいって思いがあるのかなと思われます。なんかわがままにならないようにっていう感じがとてもします。はい、
だからご自分と向かい合っていく時っていう言い方をしてもいいかなと思います。はい、そしてこちらです。ペンタクルスの10の逆位置ですね。これ最終結果で出してます。これ共通の意味があるんですよね。はい、これカップで、これがペンタクルスなんで、愛と豊かさを求めていらっしゃるんだなっていうのがすごく感じられます。ただそれはみんなそうかもしれませんけどね。で、こちらから言うと、このカードの世界観としてお伝えをするとね、これカップ5個あって3つ倒れちゃって、倒れちゃった、どうしよう、なくなっちゃったっていう嘆いてるカードなんです。だけど後ろにしっかりね2つ倒れてないカップがあるというですね、そういったメッセージのあるカードなんですが、気がついてないんですね。で、このカード10でペンタクルスなんで、もう完璧、完成、豊かさがもう全部満たされてるというようなカードなんですが、これが逆位置なのでまた別の大事なメッセージがあるんですね。これは今あるものに、今ある豊かさ、幸せに気づいていこうっていうカードなんです。ちょっと気づけないでいる時に出たりするんですね。で、この2つ本当に共通しているメッセージは、今ある素敵なものに気がついていこうっていうことですね。そしてこれが最終結果に出ているので、おそらくこの10月っていうのは、獅子座の皆さんは今言ったようにね、愛とか豊かさ、今ここにある自分の持っている愛とか豊かさに気がついていくっていうことになるかなと思います。すでに手にしているもの、すでにあるものっていうのを重きに置くというカードなんですね、両方とも。なので、もしかしたら見過ごしているもの、受け取れていなかったもの、これもそうですね。これ受け取りベタのカードが逆位置で出てるので、受け取るっていうことですね。気がついていなかった素敵なもの、そこに気がついていく。すでにある素敵なものに気がついていくというのが最終結果に出ています。なので、ないものに目を向けるんじゃなくて、あるものに目を向けて感謝をするというところですね。それが出てます。ちょうど満月、スーパームーンの満月のタイミングなんで、やはり大きな自分の中での変化っていうのがあるんじゃないかなと思います。で、今回は気がついていくっていうことが、その変化の一つに思います。それから、豊かさって言ったんですけどね、すでにあるもの、それもっと言うと、人であったら家族、それから仲間、もう身内的な人だったりね、いつも身の回りにいる方、そこに目を向けていく、っていうふうにこのカードが伝えてくれています。それができるようになる、それを受け取っていくというのが今月じゃないかなと思われます。はい、そしてこちらに行きましょう。これが今月の対策キーポイントというか、ワンドのナイト、聖地ですね。はい、これ熱いカードです。ワンドが1、2、全部こう逆位置なんですね。はい、なんかこう盛り上げていきたい、テンション上げていきたいというところが出てますよ。これとても熱いカード、ノリノリのカードですね。イケイケのカードです。なんで、ご自分の中の熱を上げていきたい。そうすると、今月すごくいい感じで回っていくんじゃないかなと思います。運を上げるっていうこともそうですね。で、このカードは、動くっていうのがテーマなんですよ。動く、移動する。だから、運動するとか、旅行するとか、移動するとか、それがラッキーアクションになります。なかなかね、旅行とか、できないという方も、運動するといいと思います。運動って運を動かすって書きますよね。運を動かす。まさにそうです。動かしていきたいですね。活性化していきたい。それがこの今月のラッキーアクションです。ちょうどご自身のところに出したカードも、ここから動き出すっていうカードですからね。とにかくなんか動かなかったら自分でその場でこう動かす、運を動かしていくみたいな感覚で運動していったりするといいんじゃないかなと思います。結構連動してるんですよね。実際の行動、アクションとその流れっていうのが連動していたりするんですね。はい、こんな感じに出ておりましたが、変容の真っ最中におられるんじゃないかなと思います。ちょっと考えがちになりそうだけれども、そこの対策としても少し、動かしていく、動いてみる、運動する、散歩するとかですね、何か行動とかアクションという形で入れていくといいんじゃないかなと思います。
解放されていきますしね、価値観が崩壊して新しい自分になるという流れができていますし、そんな中でやっぱりあるものに気がついていく、ある素敵なもの、それから愛情とか、それから豊かさとかですね、そこに気がついていくっていうところが今月のとても素敵なとこじゃないかなと思われます。はい、このように出ておりました。それでは次ですね、オラクルカード出していきます。オラクルカードでお仕事活動面のメッセージ、愛情面のメッセージ、最後に今月のラストメッセージということで3回カードを出していきます。はい、それではオラクルカード出していきましょう。カードは事前にシャッフルしております。はい、すぐ出ましたね。お仕事活動面と愛情面です。それから今月のラストメッセージは一番最後にね、引きたいと思います。では開けていきましょう。はい。Take time out。なるほど。Let it shine。はい。それから愛情面。はい。かわいいのが来ました。Time to let go。なるほどです。はい。それではカードの意味と降りてきた直感で読んでいきましょう。まず使っていくカードですが、こちら、ザ・スピリットアニマルオラクルカード、こちらと、それから最後に引くカード、デイリークリスタルオラクルカード、インスピレーションカード、はい、この2種類を使っていきます。ご興味がある方は概要欄にリンク貼っておきますので、よかったらご覧になってください。はい、ではね、お仕事活動面です。はい、両方ともグリーンですね。ちょっと癒しが必要かも。癒しの手が癒しが必要。それからこれはブラウンベアスピリットクマさんですね。テイクタイムアウト、休憩しましょうって来てますよ。ちょっとお疲れの方多いですか？お仕事面。テイクタイムアウト、休憩しましょうって言ってくれています。はい、なかなか休暇を取るっていうのは難しいとしても、心の中で休暇を取るというか、なんていうかな、切り離すだったりとか、心の休息をちょっと入れていくだとかしていくといいと思います。進むだけが、前進じゃないですからね。休憩が必要です。癒しが必要ですって言ってくれてます。それから一緒に出てるのがピーコック、クジャクですね。ハートが光ってますね。レッドイートシャイン、輝きましょうって書いてますね。あなたが輝くためにも、ご自分を生かすためにも休憩が必要ですと言ってくれています。それからこの輝きましょうっていうこのメッセージですが、さっきのね、このタロットカードのこのカード、クイーンオブワンドのクイーンとすごい似てるなと思いました。これはものすごく魅力的で元気でパワフルな女性の、女王様のカードなんですが、これがご自分の願望のところに出てたんですね。なので、お伝えの仕方としては、自分を生かしたいとか、もっとうまく出したいとかね、アピールしたいとか、そういう言い方をしました。抑えたくないとかね、実際ちょっと抑えてらっしゃるとか、わがままにならないように気をつけていたりとかですね、そういったところが、見え隠れしたカードの出方だったんですが、ちょっとこのことね、つながりますね。輝きましょうって言ってくれてます。はい。お仕事面、自分を活かせる、自分を輝かせられる、自分が自分のままでいて、自分の力を発揮できるというのが一番いいと思います。それを望んでらっしゃるのかなって想像するんですが、はい、このカードもそのように伝えてくれてます。お仕事で輝くっていうことが、とてもこれをご覧くださっている支持者の方々に大事なことみたいですね。
お仕事だけじゃなくて何かやっていらっしゃる活動でもそうですけれども、自分を輝かすために仕事をする、活動するというところが言われています。光ってますね。それはおそらくご自身でもそうだなというふうに思ってらっしゃる方が多いんじゃないかなと思います。なんか光らしたいんですよね。魂を光らしたい。自分に合っていることをするっていうのが一番自分の魂を輝かせることになりますからね。それをこのカードたちが伝えてくれてますね。はい、そのようにお伝えします。それでは愛情面いきましょう。はい、かわいいですね。ハート持ってますね。愛情面。ハート。なんか大事にしたい愛情があるんでしょうかね。Time to let go。何か、でも愛情面でもちょっと手放した方がいい時だと伝えてくれてますよ。手放すっていうのは、例えばね、お付き合いしてて別れるっていうことじゃないですね。そういった単純なことではなくて、なんでしょうね。相手に対しての、例えば、ものすごい期待しちゃうとかね。あんまりにも頼りすぎちゃうとか、何かわかりませんが、課題があるとしたらそこを手放していくときと出てます。それから満月が、お羊座であるタイミングですね。10月というのは。なので、本当に節目がやってくると思いますので、そこで感謝して手放すっていうものが出ると言いました。愛情面も何かそういったことがありそう。それからなんかわだかまりとかあったら、ちょうどそれはもう手放すっていうタイミングがやってくるかもしれない。この愛情面でこのハート持ってるのがなかなかね、シンクロで素敵だなと思いますが、それからなんかね、もういいやって感じがしますよ。もういいやって思えることありますか？それを感じました。もういいや。愛情面などで様々なパターンでご覧くださっていると思います。お相手がいらっしゃる方、これからという方、ご家族愛でご覧の方も多いと思います。なんかもう許していいやと思うこともあるかもね。そのようにお伝えをしたいと思います。それからこれからお相手を探したいという方ですね、もしかしたら過去の何か愛情面のことでまだちょっと気にしてるとか気になってるとか捨てられないということがあるでしょうか。それをもしかしたらもうそろそろ手放すっていう時なのかもしれないですね。Time to let go。手放す時が来ましたと伝えてくれてます。それからちょっと動かしていきたい感じもあるんですね。さっきも言いましたね。タロットカードのリーディングでも自分が動くと物理的にですね、本当に運動したりすると運が上がりますよ。そうですね。運動すると運が上がるし、それから少し動かしたいんですよね。なんでしょうね。固定してしまっているより動かしたい。そうすると運が上がる。それがこの手放すということにも通じるかなと思います。はい。では、ボトム見てみましょうかね。お仕事、活動面、愛情面、共通メッセージですね。何でしょうかね、これ。はい。はい。ビースピリット、ミツバチ、7番ですね。7番か。スイートリサーチョアウェイト。これ、うまくいくみたいなことだったかな。結果うまくいくみたいな。そう、これ素敵な結果が待ってますです。スイートリサルツアウェイト。素敵な結果が待ってますよって伝えてくれてます。やっぱり今月はこの道のりの途中というか、そういう感じですね。この先にあなたが見たいものが見えるんだと思います。嬉しいメッセージが来ました。素敵な結果が待ってますよって。はい。これが共通メッセージになります。ちょっと頑張り時なのかもしれないですね。頑張るっていうのは本当にって頑張るということだけじゃなくて、休憩を入れていくだとか、ちょっと離れるとかね、手放すとかそういうことも入ってくると思います。どっちにしても、今月やったアクションによって素敵な結果が引き寄せられますと、そのようにカードが伝えてくれてます。では今月のラストメッセージいきましょう。10月獅子座の皆さんですね。
すごい飛びましたね。これだ。はい、セレスタイト、スムースやソウル、魂に従うってきましたよ。魂に従う。セレスタイト。はい。従うじゃないですね。癒すですね。あなたの魂を癒すというキーワードのセレスタイトというカードが出てきてくれてます。で、解説書でね、素敵なフレーズがありましたのでご紹介します。人生の出来事は意味があって起こるのだと信じましょう。どうなるかわからない未来について心配するのは自然なことです。でも、心配するのではなく希望を持ってください。ほとんどの場合、あなたが心配していることは起こりません。そのように書いてありました。セレスタイトっていう石もね、やっぱり休暇とか浄化とかの石なんですよね。そういったことを意味する石でございます。ここでね、休暇って言いましたが、やっぱり休憩するとか自分を癒すっていうことが今月のシーザさんにとってとてもいいことになりそうです。はい、ぜひ何かご自分を癒すということ、休憩を取るということをやっていただけたらなと思います。はい、以上になります。最後までご覧いただきましてありがとうございます。何回か見ていただけますと、また違ったメッセージに気づくことがありますので、よかったらご覧になってください。それからコメント欄にぜひ今月のアウトプットをしていってください。それでは素敵な10月でありますようにお祈りしております。ではでは。